今日はホールカットの出し縫いやっていきたいと思います。前回はすくい縫いやって中物を入れてこんな感じでね、コルクが見えてます。でここに、糊を塗って水に浸して柔らかくしておいたオークバークのソールを貼って縫っていきます。靴本体はこんな感じになってます。糊塗ってあります。これがソールですね。こっちも糊塗ってあります。で一晩水につけたのでかなり柔らかくなってますね。じゃあ早速これを貼っていきます。はみ出した部分カットします。はい、こんな感じで線を引きました。これに合わせて包丁でドブ起こししていきます。この皮の表面1枚薄くスライスしていきます。こんな感じでドブ起こしができたんですけど、今回ね銀付きベベルドウエストっていうやつをやります。ドブ起こししたこのペラ1枚をこのウエスト部分に巻き込んで出し縫いを隠すという方法なんですけど、これもね多分いろいろやり方あるんだと思うんですけど、僕はちょっとここでこのソール今銀面を起こしたんですけど、ソールここウェルトの先から余ってるのありますよね。これカットしちゃいます。もうここのソールはこの銀面のためだけに存在してたっていうことですね。なんでこの余ってるソールをここでこのウエスト部分ってベルトの幅細くしてあるので、それに合わせてソールもカットするという感じです。そうするとかなりこのウエスト部分は細く絞られた感じになりますね。そしたらちょっとこの温めたウィール、これをウェルトに当てていきます。今回のウィールは12番ですね。こんな感じでウィールの跡がつきましたね。このピッチに合わせて縫っていきます。出し糸はですね、麻糸を4本よって松ヤニを塗ってローを塗って作りました。これで縫っていきます。
まずは土踏まずから。この靴サイズが結構大きめなので、その分出し縫いの針数も増えるんですよね。なので根気よくやっていきます。ウエスト部分は縫い目を隠すので間隔が広めになってます。縫い目はこんな感じで、ウェルト側から見るとこんな風にだいぶ奥まったところ縫ってます。この出し針の形状は先端が平べったくなってまして、平べったく四角いんですよね。これで穴開けるとこんな感じで針刺さるんですけど、穴の形状は四角いんですよね。この針の形状に合わせて四角く穴が開きます。ここに糸を通すとこんな感じで、糸はこれ通し方いろいろあると思うんですけど、穴がウェルトに対して垂直というか縦向きなので、この糸の通り方も縦向きに通ってます。でラストです。はい、こんな感じで出し抜いてきました。このウエスト部分はかなり間隔は粗めで縫ってますね。まだ糸見えてます。でそこと比べるともう全然フロント部分は細かいですね。2ミリちょいぐらいの間隔でずっと縫ってます。こんな感じです。やっぱね、フルハンドだと最初につけたウィールのギザギザぴったりに糸が落ちていくので、すごく整った見た目になりますよね。今糸白いんですけど、これ実際完成する時には黒く染めてベルトと同化させちゃいます。今回銀付きベベルドウエストということで、このドブ起こしの部分が普段と違うんですけど、その辺のねコバの加工、ソールをきれいに作っていくところはまた次回の動画でやりたいと思います。こんな感じでだいぶ靴の形が見えてきましたね。すっかり暗くなっちゃいましたけど、根気よく縫いました意外とね、こうやって何も考えずこうねひたすら縫っていく時間って結構いいんですよね。ずっと無心で縫ってたりラジオを聞きながら縫ってたりするんですけど、結構好きです。背中痛くなりますけどね。ということで、次回ベベルドウエストやっていきたいと思います。ではまた。